Naka Tatsuya Sensei demonstrates Reiho. Many have experienced this in the Kuro-obi world. At first glance, it may seem like just a bow, but performed correctly, it instantly transforms your body. Today, let's have Naka Sensei explain this method once more. This is a valuable video produced by Kimura Shachao of Mitsubishi Global. はい、皆さんこんにちは。日本空手協会の中達也と申します。今日はですね、日本武道で大切にしております礼に始まり礼に終わる、それをいろんな技術を通してやってみたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ではまず立礼としてですね、礼三足というものをやってみたいと思います。まず結び立ちで立ちまして、前に倒します。礼をしながら前に倒すとき息を吸う。でここで息を吐きます。で息を吸いながら戻します。これを礼三足と言います。これだけのことなんですけども、これは非常に重要なことですので、ちょっとそれを証明したいと思います。ちょっと抜いちゃいいかな。はい、直突き構えて、空手の最も基本な直突き、正拳突きですねをやってみます。はい、1でこの時に必ず当たった時に、拳に対する反動がありますね。で今の立ち方ですと基底面も狭く、当たった時の反動に耐えられるかどうかですね。これを検証してみます。そうすると非常に弱いです。もう一度構えてもう一度はい1はい弱いです。でここで礼をします。さっきやりました結び立ちとなって中心軸を維持しながらはい礼吸って吐いて吸って戻ります。で自然体になってはいそのまま構えてはいついて1、そうすると一瞬で変わります。これがですね、よくやられてるこうガッツポーズですね。やったー、はいガッツポーズやったー、こうなります。そうするとはいついて、そうするとこれは一瞬で弱くなりますので、はいもう一度結び立ちになってはい礼吸って吐いて吸ってで自然体、呼吸と動作を合わせましょう。はいでついてください。はい1、そうするとこれは一瞬で変わりますので、はいありがとうございます。よろしくお願いします。ではちょっと自然体になって、じゃあ最初もうついた形からいきましょう。はいまっすぐ伸ばしてはい引き手ですね。うまいですね。大丈夫ですか。はいじゃあこれ耐えられるように当たった時の反動ですね。はいこうなります。もう一度いきましょう。はい当たった時のこういう反動がありますね。はいではその時に結び立ちとなってはいまっすぐで気持ちも穏やかにはい礼吸って吐いてはい吸って下腹に落としてはい自然体、これでかかとを意識します。じゃあちょっと出しましょう。これだけです。これだけで一瞬で変わります。ここは痛いですか。痛いですけど大丈夫ですよ。はいはいじゃあガッツポーズはいじゃあ出してください。はい頑張ってくださいよ。でもこれは一瞬で弱くなるんです。はいもう一度体の中呼吸通します。はい礼吸って吐いて吸ってそうで自然体になってスッと出すだけです。これだけではい一瞬で変わります。はいありがとうございました。はいでは次に、座礼ですね。武道で最も重要なこの座る立つというのを説明したいと思います。結び立ちから左足から座るで右膝を揃えて座るで礼をします。今やった礼三足ですね。それからまっすぐギザになって右足を立てる。このまままっすぐ上に上がります。ここでちょっと見てください。いけない、良くない例ですね。良くない例はやはり下を向いたり姿勢が曲がったりで立つ時も膝が前に出るとどうしても重心が一回前に出てから立つことになりますので、この何ですかね重心がぶれる、これを日本の文化は非常に嫌がりますので、いつも姿勢を重心を揃えて立つ座るということをやりたいと思います。はいもう一度いきます。で礼三足ですね。で
体を軽くしながらスーッと立ち上がります。はい、これが、正しい我々がやってる、立ち方、座り方ですね。ちょっとこれを実験してみたいと思います。で、上丹田、中丹田、正下丹田でありまして、我々がやってるのはやはり座るときは、重心の位置を変えるんですね。上丹田、中丹田、正下丹田に落としながら座っていくと。で、立つときは反対に正下丹田、中丹田、上丹田に上げながら立ち上がると。これちょっと、実験したいと思いますので、ちょっといいかな、後ろ。例えば、私の上丹田に意識、そして呼吸で意識を持ってきます。そうすると私の体は、簡単にこう上がります。で、次に中丹田、ここに意識を持ちながら、呼吸を合わせます。そうすると、少しを、最後に正下丹田に重心を落としながら、呼吸で落としていきます。そうするとこれは、というに上がりません。で、これを使いながら座るときは正下丹田に落としてスッと座る。立つときは反対に自分の中の重心を上げながらスッと立てるように。これを、いつも呼吸と動作を合わせるようにしてください。ではですね、さっきやりました座礼ですね。それをちょっと実験してみたいと思います。ではまずはじめに、適当な座り方、それから適当な礼をしてみます。いいですか。適当に座って、適当に礼をします。で、私が全体重をかけて上から押します。で、立って、これは立てません。立って。ではさっきやりました、正しい座り方、それから正しい礼ですね。礼3足を含めた正しい礼をしてみます。正座。左、右で入ります。で、礼。吸って、吐いて、吸って。これだけです。そして私が同じように全体重かけます。立って。立てちゃうんですね。もう一度いきます。適当な正座。適当な礼。そうするとやっぱり心が入ってませんね。心も入ってませんし、動作と呼吸は一致してませんので、体が力入りません。強くありません。そこでもう一度型通りに動きます。で、さっきは重くした軽くしたってイメージですね。重くした軽くしたっていうよりも重心の位置を変えながら、正座、下へ重心を落としながら、礼、吸って吐いて吸って礼3足。このままでもっていうふうに体が一瞬で変わりますので、ありがとうございます。ちょっとやってみましょう今やったのをもう一度実験でやってみたいと思います。では楽にしてくださいね。で、軽くで、これは上がる上がらないじゃなくて、重心の位置が変わってるかどうか検証するものですから、無理やり上げるとか無理やり上げないようにするもんじゃないですから、勘違いしないようにしてください。で、まずじゃあこの上体のここを意識しましょう。で、息を吸いながら自分は軽くなったようなイメージで、ゆっくりこれぐらいの感覚で上がります。で、次中丹田、ここに意識して、ここにスーッと息を吐くようなイメージで、そう少しゆっくり上げて、今の重くなってるわけです。次正下丹田、ここに意識して、呼吸をここにスーッと落としてくる。で、全部リラックスするイメージで、その重みがかかとにくるような感じ。上げて、そうすると重くなってます。違うでしょ。じゃあまず正座からいきましょう。結び立ちで左足を下げます。で、まっすぐね。まっすぐ落として、膝を揃えます。で、そのまま親指と親指を重ねて真下へ落ちるイメージで、親指と親指で、手はこっちですね。で、
体から前に倒していきますね。手からじゃなくて体から前に倒す。そうすると自然に手が出てきます。はい、礼。ここで吸いながら、でここで吐いて、はい、吸って戻して、はい、このまま真上に吊り上げられるようなイメージで、ね、頭のてっぺんから真上にスッと吊り上げられるようなイメージで、はい、スッと立ちます。これギザって言いますんで、親指立てて、はい、右足これ内側に、この外に出さないように、膝の反対に、これがこっちじゃなくてこの内側に入ってますね。はい、はい、このままスッと立つ。かかとがそうこれだけです。もう一度。これだけで難しいでしょ。難しいんですよ。はい、いきます。はい、正座、左から入る、下を見ないようにで揃えて、はい、下へ落ちて親指と親指、はい、礼。吸って吐いて吸って、はい、この立つ時は右足から、はい、ギザになって右足を立ててうまい。じゃあちょっとやってみましょうか。面白いから本当に。はい、真ん中でいいですか。じゃあちょっと呼吸と動作がしっかり一致しているか、体が生きているかですね。正気体になっているか色体になっているか実験したいと思います。じゃあ適当に座りましょう。はい、じゃあ適当に礼をしてください。もう早く帰りたいな、そういうイメージで。で、僕こうグッと入りますね。はい、立って。いや無理ですね。はい、じゃあもう一度。じゃあ今度、はい、軸しっかり立てて、まずかかととかかとをつけることですね。そうで軸しっかり立てて、はい、正座、左からスッと入って右合わせて親指と親指かす。はい、すごい綺麗です。はい、礼。心を込めて、はい、吸って吐いて、はい、吸って戻して、そうはい、グッといっても、はい、立てます。そうはい、OK びっくりでしょ自分ではい、適当な正座、はい、適当な礼をしてください。じゃあ後ろから肩グッと押さえてください。その感触を覚えておいて、もっと強くして、はい、立てない、はい、それ思いっきりいいですから。はい、左足から入る、スッと入って、はい、礼。はい、では今と同じようにグッと思いっきりです。もう触った感じ違うでしょ。違うでしょ。はい、立ってとスッと触れたら分かるでしょ。これなんですよ。これはやっぱ生きてる、しっかり体が生きてる状態ですよね。やっぱ姿勢っていうのは姿に勢いって書きますよね。ですからやっぱどんな時でもやっぱその勢いが体の中にある状態じゃないと、抜けてる状態だとやっぱダメなんですよ。はい、食事してても歩いてても仕事しててもやっぱその勢いが中にある状態じゃないと、それはやっぱ姿勢だから、中のものが外に現れますので、普段の心の在り方こそがやっぱ重要なんですね。普段の